大山阿夫利神社三の大鳥居です。ここからまだだいぶ先にあるんですけれども、この三の大鳥居っていうこの三の意味がよくわかんないんですよね。2の大鳥居とか1の大鳥居っていうのが見当たらなかったんで、昔は他に大鳥居があったんでしょうかね。今大山阿夫利神社の参拝者専用駐車場に着きました。ここ Google マップで見てみると、なぜかこの臨時用って書いてあったので、空いてないかなと思って見に来たら、なんか普通に空いてましたね。で、今時間が7時半で、ケーブルカーが9時からの営業なんですけれども、登山道がありますので、登山で大山阿夫利神社まで目指してみます。大山第一駐車場、ここの先にまだ570メートル先に第二駐車場ありますね。で書いてあるんですけど、この先民間の駐車場もありますけど、ただやっぱ近づけば近づくほど駐車料金も高くなってくるので、できるだけ安く済ませたいんでしたら、ここに止めるか、先ほどの僕が止めたところ、空いてたらですけど、あそこに止めるのがいいですね。ただ僕が止めたところからおそらく 1.5 キロぐらいケーブルカーの駅まであるので、そこは覚悟しておいてください。先ほどから道を歩いていると、この船頭市っていう書かれた看板がたくさんあるんですけれども、何ですかね、この船頭市っていうのは。例えばこの大山を登る際にガイドしてくれるような人たちのことなんでしょうかね。大山ケーブル駅に到着です。今8時前なんで、20分ちょっとで駐車場から着きましたね。ここから分岐ですね。男坂の方が30分で、女坂の方が40分ぐらいで着くらしいんですけど、ただ男坂の方は途中にある大山寺っていうのはこっちの女坂の方からしか行けないので、今日はこっちの女坂の方に登ってみようと思います。今はケーブルカー取ってますけど、昔は当然ながらそんなものがなかったわけで、この道と男坂の方もそうなのかな、その2つが参道になってたんですね。で実はここ大山って裏参道っていうのがあるみたいで、
でその裏参道の鳥居っていうのがあるんですけど、ちょっとそこもこれが登山終わった後に後で行ってみようかなと思います。大山寺に到着です。ここまで撮影しながらで10分でしたね。まあ何もなく普通に登っていれば7分ぐらいで着くんじゃないでしょうか。意外と近かったですね。こちらが本堂で、こちらはもともと関係者の方が遊んでたんですかね。今はその人がいる気配が全くないんですけど、あれ、あ、こっちに本堂、間違えてましたね。すみません。こっち側はさっきGoogle マップで調べてみたら客殿って書いてありましたね。大山寺。木の彫刻がすごい精巧で見事なもんですね。この竜もかっこいいですね。ここに瓦家投げがありますね。瓦家投げといったら天橋立線に行った時にやりましたね。ここが分岐ですね。もうすぐそばですね。着きました。今8時半です。撮影しながらで30分ぐらい、少し早かったですね。こういう撮影とかしないんだったらほんと早い人なら20分で来れちゃうんじゃないですかね。本来はここから江ノ島だとかが見れるらしいんですけれども、もう見ての通り真っ白ですね。ただこれはこれで幻想的ですね。大山ケーブル駅まで戻ってきました。ここから大山神社まではまだ道もそんな険しくなくて大変じゃないんですけど、大山神社を越えた先からが結構道が険しくなるので、お年寄りだとかあとちっちゃいお子さんは十分気をつけてください。おとなしくケーブルカーで乗る方が安全ですね。駐車場戻ってきました。さあ、じゃあ次は裏参道の鳥居に行きましょう。
これ車水の車っていう漢字、お酒の酒に似てますけど違うんですよね、漢字が。駐車場が今この橋を渡って右側、こことあとこちらにも止められますね。さあ、じゃあ滝までちょっと歩いていきましょう。無人販売がありますね。てかめっちゃ安いですね。これ100円？これが100円は安いですね。赤橋コース、新遊歩道コース、どっちでも行けるんでしょうかね。ちょっとこっちに行ってみましょう。見えてきましたね。なるほど。こちら側が赤い橋で、向こうからずっとここまで行けるっぽいですね。先にこっち行った後にこっちにも後で行ってみましょう。水量がそこまであるわけじゃないですけど、落差が結構すごいですね。ここは今このちょっと穴みたいになってるところは、これは長年かけて削っていったんでしょうかね。で、せっかくなんであっちの方、ここですね、こっちの方にもちょっと行ってみましょう。湧き水です。消毒はしていません。でも飲めるのは可能なんでしょうね。この先進入禁止。ここから確かに落石があるな。本当はここの橋とかがあったんでしょうけど崩れちゃってますね。そっか、だからさっきの遊歩道を作ったわけですね、代わりに。でも下から望む滝も綺麗だったろうな。ちょっと見れないのは残念ですけど仕方ないですね。石垣山一夜城跡に到着しました。ちょっとこの崩れてる部分がありますけど、石垣が綺麗に残ってますね。この石垣は阿南州の野面積、滋賀の安土城、あれと同じですね。で、こうやって今もう崩れちゃってるところがありますけど、これも地震とかで多分崩れちゃったんですよね。ただそれでもよく残ってる方ですよね、これは。こちらにも石垣ありますけど、結構綺麗に残ってますね。ここからだと小田原の街がよく見えますね。今日はもう曇りでもやがかかって見えづらいんですけれども、小田原城が、この辺でしょうか。ちょっと倍率して見えるかな。倍率してもちょっと見えないんですけど、おそらくこの辺ですよね。こっからだと小田原城よく見えますね。これを一晩で築いたかのように見せた豊臣秀吉はすごいやっぱ策士ですよね。で、この時秀吉ってもうほんと天下統一を目の前にして敵対してるのがもう唯一ここの北条家で、ここの北条との戦いの時に今ここの一夜城と、あとこっちの海から、そして東北の伊達政宗とかも参戦して、もう四方八方に囲まれちゃったんで、もうなすすべがなく北条家が滅亡してしまったんですね。井戸
くるわーと。これも石垣がすごい綺麗に残ってますね。そこに井戸があって、でここにも書いてあるんですけど、25メートルも下がったところにあり、今でも湧き出る水を見ることができます。400年以上前に掘られた井戸が未だに見ることができるんですね。こういう風に階段があったんですね。私はちょっとここからだと見えないですけど、この辺りにあるんでしょうかね。今ここからだとあまり見えないんですけど、しかしすごいな。これを3ヶ月で作れちゃうっていうのがすごいですよね。しかしこの一夜城って、実際には約3ヶ月ぐらいかかって作られたそうで、その時にこの周りの木を一斉に倒して小田原城の方から一夜にして城ができたと、そう見えたことから一夜城って呼ばれてるんですけれども、ただ昼夜問わず作られた工事だったので、夜になれば火を灯すのが当たり前だったんですけれども、その時に小田原城から絶対火は見えてたはずなんですよね。それなのになぜ北条家は何もしてこなかったのか不思議ですよね。でもう一つ不思議なのが、北条家の戦いが終わった後、この城はもう用が済んだっていうことで廃城になったそうなんですけど、ただ戦いが終わった後にもその城に使われる瓦に戦い後の年月が書かれた瓦が見つかったので、その後も築城は続けられたんだろうとは言われてるんですよね。でネットの情報を見てみると、ここは見せかけのための城として作られたからもう用済みとなって廃城になったっていうことが書いてあったんですけれども、ただそれだったらこんなに立派な石垣とかもいらないと思うんですよね。本当に見せかけのために作るんでしたら、さっきあった井戸、あれもいらないですよね。だから結構このお城は謎が多いですよね。